こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日は延滞の方の異常解除とその他注意点ということで、延滞の方たくさんいらっしゃると思います。こう背中がね曲がっている方ですね。その方の、異常解除と、解除だけじゃなくその他の注意点いくつか紹介したいなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルでは、こういったね介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、機能訓練スクールというオンラインスクールもありますので、気になる方は概要欄チェックしてみてください。では実際に延滞の方の注意点やっていきます。はい、じゃあ延滞の方の、まず異常解除ですね。注意点はいくつかあるんですけれども、まず延滞の方の特徴としては、骨がねやっぱ弱くなっている方、筋力が衰えている方っていうのが大前提であると考えておいてください。骨粗しょう症の方ですね、やっぱり骨折しやすいので転倒にはもちろん注意はされると思うんですけど、転倒してしまうと骨折のリスクっていうのはかなり高くなりますので、その辺は注意してください。あと延滞になっているっていうことは足腰の筋力もやはり弱っているなっていうのがある程度想像できると思うので、介助量は多くなってくるのかなと思います。あとは延滞になっている方の特徴としては、疾患がいくつか考えられると思います。一番分かりやすいのはパーキンソン病ですね。パーキンソン病の特徴としてやっぱ延滞になって、背中が曲がるからやっぱ顎がね突き出たような形になる、こういった姿勢を取られる方もいますので、そういった疾患も、ある程度この方はこういう疾患なのかなみたいな頭に入れた上で解除してあげるとより、リスク面も軽減できるのかなと思います。はい、で異常なんですけど、いつも通りですね、まずベッドの高さを変えていただいたり、基本的なところはもうほぼ全く一緒だと思ってください。でこの後はもちろん、今回延滞ってことなんで、力のある方であれば、持てる方ですね、上司が使える方であれば、介助バー、ここですね、この L 字になってる介助バーを持ってもらったり、こっちの車椅子のアームサポートを持ってもらったりしながら、自立支援ですね、ある程度ご自身の力を使っていただいた上で、じゃあ乗り移りましょうかということで、123という形で、移乗するといった、形が理想ですね。はい、じゃあもう一度、それができない方、全介助にはなってくると思うんですけど、同じように足に体重を乗せながら、介助ですね、足に体重を乗せて、介助するって感じです。はい、で、延滞の方っていうのはやっぱり、背中が丸まっているので、通常よりも背が低く小柄になってしまう方が多いと思います。で介助者との身長差の加減で介助者がやっぱり背が高くなってしまう、上からの介助になってしまうので、できるだけ、下から介助するようにしてあげてほしいんですけど、どうしても背が高いスタッフの場合であれば上からの介助も一つの方法なのかなと思うんですけど、延滞になっている方の、理由、延滞の理由として筋緊張が高いのか、もしくは、全然力が入ってなくて、見かけ上ただ背中が支えれずに曲がってしまっているのかというような見極めも、一つ必要なのかなと思います。そういった方は、延滞ではちょっと違うんですけど、ただ見かけ上背中曲がっているなと思っていきなり上から解除しちゃうと全然グラグラ、もちろん財保持もできないような方であれば、肩に力が入らないのでこのまま抜けてしまう、支えにならないので解除ができないというケースもありますので、そういった場合は、全解除のやり方ですね、膝ロックを使ったりとか、下から支えるような解除っていうのは別の動画でも上げているので、そういったやり方をしてほしいです。はい、で、ある程度筋緊張が高い、特にパーキンソン病の方とかの延滞であれば上からの解除でもいいのかなと思います。もちろん足の力、膝折れのリスク、その辺あたりは、考えた上で、上から解除してくるっと回ってあげると、介助者自身の腰も守ることができますので、そのようにしてください。今のを例えば小柄だから言うて下から入らないといけないってこうやってやっちゃうとやっぱ腰にかなり負担かかるので、ある程度足の支えがあるのであれば、今言ったように上からの解除でも、方法の一つとしてはありかと思います。はい、であとその他注意点っていうのを最初に話したと思うんですけど、延滞の方っていうのはどうしても、胸骨が曲がっててこう背中が曲がってるわけなので、それに伴って骨盤ですね、骨盤が後傾してます。後傾っていうのは、まず骨盤をちょっと起こしてみてください。これが骨盤が起きてる状態ですね。で後傾させるとこう寝てる状態、いわゆる仙骨座り、
仙骨が座面にひっついて、仙骨で座ってる状態ですね。なので後ろにね倒れやすかったり、もしくは前方ですね、こう円杯して顎が前に出てる分前にこけそうになったりしますので、この前後のバランスには注意してほしいです。じゃあどうしたらいいかなんですけど、例えばじゃあこっちに車椅子からベッドへの移動の後ですね。例えばじゃあ移動しますねって言ってこう移動した後にこのまま例えば手を離してしまうとそのまま後ろに倒れてしまったりとか、あと足の位置が悪くて曲がりすぎてたらそのまま前にコロンっていってしまったりとかっていうリスクが考えられます。はい、なので足の位置っていうのは非常に大事で、じゃあ車椅子から乗り移るときはしっかり足の位置考えて、移乗してあげると、はい、こうしてあげた後すぐに手を離さずに支えてあげた上で足の位置チェックしながら、できればねこう支えたり、どっか持ってもらったりした上で、車椅子を外してこのまま寝ていただくというような介助が一番の、理想ですね。はい、ただ円杯になった後こうやってやっぱり首が上がってたり背中が丸くなってしまいますので、できたらここにクッション入れるとか枕の高さを変えるとか、そういったことも必要になってきます。はい、で最後に円杯の方の注意点はやはり褥瘡なのかなと思います。背中がぐっと丸くなっているので背骨がねもう本当に背中の真ん中に赤い発石ができたりとか、仙骨座りなので仙骨部に赤い発石ができたり褥瘡ができたりしやすいです。なので、そういったね発石ができてないかとかその辺ももし見れる環境であれば注意深く見ていただいて、もし褥瘡が、ちょっとでも赤くなってるなっていう風なことが分かれば、クッション、寝てる時であればクッションに対応したり、車椅子に座っている時であったとしても、ここにね背中のところにちょっとクッションを入れてあげたりとかして、褥瘡予防には努めてもらいたいです。はい、で車椅子台もそうですけど仙骨座りなのでやっぱズルズルとずってしまいます、長時間座ってると。なのでこういった座り直しも、ちょくちょく見てあげながらずり落ちないようなポジショニングシーティングっていうのも考えることが大事なのかなと思います。はい、あと最後に円杯の方っていうのは、背中が丸くなってるだけじゃなくて肩甲骨肩も前に来てるんですね。なので胸が圧迫されて呼吸がしにくかったりとか上肢の動きが悪かったりとかもしますので、そのあたりもご家族の方とかであれば、胸をね広げるような体操、例えば万歳とか、胸郭胸を広げるような運動とかも、すごい大事なことにはなってきます。もちろん無理やり広げると、それこそ肋骨であったり胸骨骨折圧迫骨折の原因にもなるので、そこは無理には絶対しないでほしいんですけど、痛みのない範囲でのこの肩周りの運動っていうのは非常に大事かと思います。はい、はいということで今日は、円杯の方の異常解除とその他注意点ということで、結構異常以外のこともねたくさん説明させてもらったかなと思うんですけど、山田君からワンポイントアドバイスお願いします。はい、円杯の方なんですけども、先ほど言ったように体が丸くなっているので移乗するときに上からねしていただくのが一番いいんですけれども、よく見かけるのは手引きで移乗しようとする方が多いんですけども、円杯になっている分ここまで上げると90度に見えるんですけど、思ってるより肩が上がってきてるので肩関節を結構痛めちゃう人が多いですね。でどちらかというと円杯の人より介助者側の方が背が高いのでどうしても高い位置で持ってしまうことがあるので、そうですね、だからできるだけ低く手引きで移動する場合はしてあげるのがポイントになるかなとは思います。はい、上に上がっちゃうと支えにもならないのでね、この辺が一番力入るポイントかとも思いますね。はい、ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術を紹介していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。